にちは。今回は東京の5つ星ホテルニューオータニのエグゼクティブハウス全に、宿泊しているんですが、ここについて紹介したいと思います。まずはホテルのラウンジでチェックインです。ホテルの中のホテルというキャッチフレーズのイメージがありましたが、このラウンジでのチェックインをそう呼んでいたんですね。で、チェックインでは甘茶のような静岡の甘めのお茶が出てきました。ニューオータニといえば、たびたびガーデンラウンジでもピエール・エルメとのコラボをしていますが、アフタヌーンティーの時間帯のラウンジのスイーツもピエール・エルメ尽くしです。COVID の影響で自分で手で取らずオーダー式になるラウンジもありますが、ここはマイトングが各テーブルにあり、それで取りたいものを取るようになっていました。部屋に入る前も後もまさに禅の世界で統一されており、まずはベッドルーム、そしてナイトウェアも和洋置いてあります。ベッドの脇にはナイトスナックとしてガトーショコラが置いてあります。それだけではなくて、机の方に行くとバームクーヘンがウェルカムスイーツとして置いてあります。こういったスナックはついついつまんでしまって危険ですよね。ここからは正直ベースの評価ですが、少し期待外れでした。エグゼクティブハウス全はフォーブストラベルガイドの5つ星を連続受賞など、とにかく高く評価されているので、どれだけ素晴らしいんだろうという期待値がちょっと高めだったのかもしれません。ニューオータニ自体、祖父も父も恋に使っていたホテルで、私自身も大学受験で泊まったり、大学時代はガーデンラウンジでアルバイトさせてもらったりと、思い出深いホテルで、ホスピタリティが高いのは間違いありませんが、そのバイアスがあった上でも、やはり老舗ゆえの IT 化非対応だったり、部屋の簡素さだったり、後でも紹介しますが、スパの設備の経年劣化というのも見られて、高いホスピタリティと低価格ゆえに満足はしていますが、期待値は高く持ちすぎてはいけないなと思いました。また来るときには無双湾ぐらいの部屋でまたレビューし直そうと思います。アメニティはサルバトーレ・フェラガモで、その他は通常のアメニティです。バスオイルがローズとガーデンとあり、香りがとても良かったです。この日はチェックインしてから時間があったのでスパへ行きました。ゴールデンスパはラウンジでスパ利用ですということを伝えると利用券を発行してもらえます。エグゼクティブハウスはメインタワーにあるのでガーデンタワーに移動します。ガーデンラウンジは見るたびに大学時代を思い出すんですが、よくラウンジで残ったケーキを真夜中に食べさせてもらってました。まかないも美味しくていい思い出です。ゴールデンスパはガーデンタワーの3階にあります。ジム着に着替えて、ジムに行く前はメイク落とし。ニューオータニはご年配の方が多いからか、使われているものも年代物だなという印象を受けました。更衣室からリラクゼーションルームを横目にジムへ行くとプールがあり、その先外に出るとテニスコートもあります。今回は休日でコートの予約が寸前すぎて取れず残念でした。バスローブに着替えたら先に入った方が効果が高いということで、コラーゲンマシンに20分入った後サウナへ行きました。夕食はニューオータニからは全然近くないので参考にならないかもしれないですが、タクシーで25分ほどで代々木上原にあるシオに行きました。シオはイノベーティブフレンチですが、発酵や日本の食材もうまく活用していて、価格もリーズナブルなレストランです。家族でカジュアルにフレンチを楽しめるのでおすすめです。翌朝はメインのさつきで朝食を食べました。さつきはパティスリーさつきのいちごショートとメロンショートは本当に世界一おすすめです。フルーツの目利きが素晴らしいだと思います。だからなのかはわからないですが、
朝食に出てくるフルーツも特にメロンがとっても美味しくて、ラウンジでも出発前にいただいてしまいました。今回はホテルニューオータニのエグゼクティブハウスゼンの宿泊についてのご紹介でした。